さあ皆さん、今日はですね、いつも使ってるレッスンカーの、この車ドリフトにしか使ってないんですけれども、今日は20日です。22日、あさってですね。あさってに筑波サーキットで、HKS の壮行会でレースに出ます。ということで、まずレースに出るためにはブレーキパッドを変えなきゃドリフト用のパッドでは絶対無理なので、その辺の作業を今日は行いたいと思います。それとですね、この車なぜかね、ローターがもうダメなのかね、サイドブレーキがすごく効きが悪いので、サイドブレーキを効かせるためにと、グリップでの前後バランスを考えて、この大口径のローターも取り付けます。これをつけることによって前後ローターの径が一緒になるんですね。これ、純正は SR はソリッドディスクなので、これもソリッドです。やはりドリシャーがメインなのでね、後ろを対向ピストンのキャリパーに変えたりすると、インドラムになっちゃって、サイドブレーキがドラムでシューで効かせるようになっちゃうと非常に効きが悪いので、ブレーキパッドということで、あのタイプの大口径ローターをつけます。この車はね、もともとね GTR ブレンボが入ってるんですよね。ですから、フロントは、効きは結構いいんですけれども、さすがにドリフト用のフロントだと7周のレースだとフェードしちゃう可能性があるので、ブレーキパッドはね、信頼のエンドレス CCRG ですね。タイムアタックにも使えるし、レースでも、途中で値を上げたりするようなパッドではないので、これの新品パッドをおごります。これは普通に買ってます。っていうのは今回こんなにお金をかけてフルメンテしてますけれども、これ俺が乗るわけではないんです。いつもレースで競争している今泉がこの間マゼでエンジンブローしちゃって車が治らないということでですね、レースができないというね、本当に育児のないやつでね、弱音を吐いてたので、俺が車をいっぱい持ってるんで、この車をやつに貸すということで、かといってですね、俺が2号機で走ったんでは全く相手になりもしないので、レースには完全にならないということで、今回俺はレースはヤリスで出ます。この間エンドレスの新しい6スポットのブレーキキャリパーもつけたので、あとフルピロにもしたのでね、それのチェックを兼ねながらヤリスとこれで競争するというそういう試みです。ということでね、まずブレーキ関係をやって、この車はもうバリバリのドリフトアライメントなので、それを、タイムアタックアライメントにして、最後はこのトランクもこのタイプのリアウィング付きのトランクに変えて終了です。ということで始めていきましょう。まずピストンはほら綺麗ですね。うちはブレーキ系はかなり早めに取り替えるので綺麗ですね。でこのローターはこのキャリパー用のステアダプターを取り付けて、ローターを挿してキャリパーをつけて終わりなんですけれども、ちょっとドライブシャフトに相当ガタが出てるっていうのが発覚しちゃったので、ドライブシャフトを交換して、つくば走らせますね。なんだかすげえ金がかかるわ。ということで
いいよやって。ボールジョイントのガタが出ちゃうんだよな。どっちが長いやつか忘れました。うん？さあ、バリバリのドリシャだったレッスンカーですけれども、見事にグリップカーに変身しました。キャスターもグリップ仕様はキャスターが7度まで寝かしてるので、タイヤが相当フロント寄りになってますね。ドリフトの時は全然違いますけれども、見てください。ローターも変えました。今洗車の途中ですけどもね、この羽もついてちょっとグリップカーっぽくなったでしょ。ということで
はこれで走りたいと思います。俺もタイムアタックでこの車をちょこっとだけですけれども走らせます。さあということで明日は暑いからな。ヤリスがタイムアタックじゃなくてレースができるのかどうかっていうのは未知の世界ですけども、多分初めてレース出るんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと水温を見ながら頑張ってみたいと思います。